どこの国と戦うんじゃ？どこと？戦う相手はどこでもいいの。それより戦争の原因は、グローバル化した企業と国民を制御できなくなった国家がヒステリーを起こして暴れ出したって感じ。どういうことじゃね？どこの国にも所属しない企業や人々が仮想通貨で経済活動を行う巨大市場をバーチャル上に形成したの。各国はあれこれ難癖つけてなんとか課税しようとするんだけれど、国家の法律は国境を越えることはないわ。そこで各国が連携して新しい課税の国際ルールを作ろうとするの。まあそうなるじゃろうね。でもそこで新しい問題が起きたわ。少しでも自国の利益を取りたいと願う各国はバーチャル上の領土争いを始めたの。そんないざこざをやってる場合じゃないだろうに。でもそのうち今度はサイバー上の経済圏を形作っていた企業や個人が自分たちの経済圏を守るために自警団を結成し国家側に抵抗し始めた。国と企業軍が戦い始めるか。実際にはテロ戦争っていう感じね。だってバーチャル自警団は国土も軍事基地もないから物理的に制圧できる相手じゃない。ただ従来のテロと違うのは莫大な資本と技術を持っている。自警団はネットメディアと AI を駆使して国家側を圧倒していくの。そうなると今度は自警団にすり寄る国家も現れて戦いは一層複雑化していくの。もつれにもつれて2050年には多くの国家はショッピングモール化しているのが現状よ。ショッピングモールか。ショッピングモールはお客さんに対してどれだけ魅力的な店舗を備えて働く人にはどれだけ魅力的な職場を提供するかがポイント。隣に新しいショッピングモールができたからってそこで働く従業員やお客さんに呼びかけて隣を壊せとは言えないでしょ。つまり未来の国家は軍事力で争うのではなく人々が働きやすく暮らしやすい環境を提供することを競い合うことになるの。国家がショッピングモールか。でも日本は残念ながらショッピングモールにすら慣れてないわ。言ってみれば田舎のシャッター商店街が関の山だから、あなたに今から手を打ってほしいの。なるほど。つまり時代に乗り遅れないように規制緩和し、若者や子育て世代の不安を取り除いて住みよい国にしろというわけじゃね。そうじゃないわよ、加齢臭製造機。民主主義を放棄しなさい。独裁しろというのか。そんなの国民が納得しないに決まっとるじゃないか。国民なんかどうでもいいのよ。いい？中国なんか未だに土地の所有を認めず邪魔だと言えばいくらでも立ち退かせることができる国なのよ。そんな中国やロシア、アメリカみたいな国を向こうに回して競り勝つには多少乱暴なことをやらなきゃダメなのよ。いやまあ確かにそうじゃけども、で具体的に何をするんじゃ。まずは同州制を敷きなさい。同州制？この日本に47都道府県は多すぎるのよ。9ブロックに分けなさい。そして札幌、仙台、前橋、東京、名古屋、大阪、広島、福岡、那覇を州都に定め、州内の住民をすべて州都周辺の居住地に住まわせ、すべてのインフラを民間に払い下げなさい。そんな無茶な。もう地域社会が崩壊するじゃないか。いい？たった数人の高齢者が暮らす山間の限界集落に一体どれだけの道路や電気、水道を維持するコストがかかってると思ってんの？人口減は止められないんだから、都市の集中と選択は避けられないわ。でも農地はどうするんじゃね。誰が工作する？小規模農家の全時代的な農業は法で禁止して農地を買い上げなさい。そしてその農地を農業法人に払い下げて大規模農業を奨励するの。 AI を使った効率のいい大規模農業で生産性と効率性を上げさせる。他の一次産業も同様よ。なるほど。そして75歳以上は未成年と定義づけ、未成年と同じ制限行為能力者にし選挙権も取り上げなさい。そして長生き税を導入し、長生きすればするほど負担を多くする。なんじゃと？年寄りが罪だと言わんばかりじゃないか。それが嫌なら海外にでも行ってもらえばいい。一方で移民を受け入れ社会の若返りを図る。いやお年寄りにはお年寄りの知恵というもんがある。あら、テクノロジーが国家の存亡を左右する時代にサイバーセキュリティどころか USB が何なのか知らない人間が大臣になってどんな老快な知恵を発揮できたというの？さらに中国で導入された社会信用システムを日本にも導入し、国民の行動や発言を監視しなさい。そして若者の海外への移住を厳しく規制し、国外移住を希望する人間には将来支払うはずだった税金を移住税として一括で払わせるのよ。日本に縛り付けるというのか。でもここからが肝心よ。小学校には AI での教育を実践し、個々の理解度に合わせて飛び級を認めさせる。そして優秀な生徒を選抜して国営の AI 研究所でシンギュラリティを実現させるのよ。シンギュラリティなんじゃねそれは。知らないの？得意点のことよ。これまでの AI は人間が手を加えて進化させてきたの。いつの日か AI が AI を作り出し始めるのよ。
そうすると AI の進化は指数関数的に飛躍するのよ。それが得意点、シンギュラリティ。指数関数的に飛躍ってなんじゃね？掛け算を繰り返すと急激に数が増えていくじゃない。そんな感じに AI が爆発的に進化していって、人類が抱えるあらゆる問題に対して最適解を出してくれる。この AI さえあれば日本は永遠に世界に君臨できると言っても過言じゃないわ。いや、あんたの考えはいちいち納得いく。政策的には正しいものもあるじゃろう。いやしかしそれを国家が強制的に国民に押し付けるのも違うんじゃないのかね。バカね。全てを刷新して強靭な日本にならなければそもそも国民自体守れないわ。制度披露した今の日本の形を一度壊してやり直す必要があんのよ。だからってそのために国民の権利と自由を制限するのは違うのではないかね。人権とは国家が与えるものではない。それは天から与えられるものじゃよ。政府は羊飼いなの。羊たちを正しく導く義務がある。羊たちのご機嫌を伺ってばかりいたからこんなことになってんじゃない。いや、国民は人間じゃ。残念ね。死んでもらうわ。いや、なんでと？あなたのその甘ったるい考えのおかげでこれからどれだけの人が苦しむか、こんなに話してもわからないならもう死んでもらうしかない。さようなら。ギャフン。危なかった。いや、誰じゃねえ。私は吉田メルカリ。100年後から来たの。